でここから始めていって、今度は腕をしっかりと構えるんですけども、そうするとそのままこう同じ。結構膝蹴り得意なんですけど、ですよね、こんな風景見たことないですよ。これだと全然もう無理だってこっちも思います。へえ、やらないんですか。これで受けたら永遠にこう受けなきゃいけない。それを逆にいくと入るっていう。これはすごいこと聞いた気がする。いや、すごいこと聞いた気がするっていうか、すごいことを聞きました今回。いや、これ出したくないよなっていう何が起きてんだろうって、普段もこんな風に見て叩かないですけど、思わず見ちゃいますよね。へえ、ちょっとこれカメラに向いてやっていただくと。段階としてはまずはこれだと思うんですよ。だから例えばワンツーを打ってもらうのをドンドンって大体こう相手に必ず当てるようにっていうのと、あとは拳の一つ分じゃなくてちょっと半分ぐらいをこう内もぐらいの感じで必ずドンドンって当てる。体を止めてやればこうもちろんもらえます。それを一回りに対してここから始める。で今度はそれにポンポンと合わせる。これはざっくりとでここから始めていって、今度は腕をしっかりと構えるんですけども、そうした時には腕必要ないんだっていう認識でいけますよね。だからあまり腕に頼るんじゃなく、体の回転で受けられるようになってくる。それを今度は上半身がいった時に下半身を逆にねじってるようにトントン。そうすると力が溜まって返せるよねっていう。じゃあこれそのまま練習で使います。このまま、練習順として多分これもうなんかこの動画出した瞬間にいろんな道場でみんながやってそう。多分分かりやすいのはそういうことなのかな。今の技術というか、多分これいきなりやれって言われてすぐこれができる人って多分いない気がします。じゃあとりあえず順番としてはだから体を止めているだけで受けてる人が結構いる。だから空手の技術でいうと、受けと攻めでやるならば受けた勢いで返すことが大事だと思うんです。この受けっていうのは手先では返しにつながらないし、でもこれを受けてこういう上から下に受けてたのをすぐに返せない。そうなるとこの体の回転がレスだと思う。そうなると腕を立てる。で腕を立てる前にじゃあ中心の動きをどうするのかっていう時に、腕だけで受けてる人は中心が止まってるし、まずは中心を動かしましょう。だからまずワンツー打ってきた時にトントンと。でも最初に来る前に回転しちゃうとそのまま止まるんですから、そのタイミングをここで合わせる。であとはカウンター打つ時には力じゃないし、こう脱力して相手に呼吸を合わせることなんで、力を抜いた中で来たものに対してポンポン、脇腹を本当に手のひらでポンと触るようなイメージでポン。それができるようになって初めて体の回転と腕の回転を同調させなきゃいけない。でもこう構えた瞬間に今度手だけにならないように来たものに対して体の回転で受けましょう。やっぱりその手必要ないなってなってくると、今度はそれに逆に腰の回転を逆にする。でなるべく本当に真綿にくるむようにガチッとこう潰さない。本当にちょっと方向を変えてあげるぐらい。この技をだから怖くてこう腕だけでまたそれ以上に受けちゃって、本当それを本当に小さい力でちょっと軌道をずらすだけっていうものをここで覚えていって、で体の回転をちゃんと逆に加える。それで下段に必要が出る。それで下段に必要が出る。それで下段に必要が出ることですよね。これはでも今教わった順番で練習するのが一番分かりやすい気がします。確かに。じゃあ自分が打ってきてすると、まずはこうこの状態でそうそれにこうまだ今手で打ってる感じがあるので、本当にこうからの回転です。それで今度は立てて、でちょっともらっちゃったんですよね。で今もちょっとこう肘を締めるイメージです。痛い。そう。でこれで今度は回転逆に。
ドンこっちができないドンこっちができない難しいな。こっちがまだ浅くなっちゃいますね。こっちはまだ分かるんですけど、こっちがだからあくまでも体の回転はこう維持したままで、ちょっとこの抵抗を早めに作ってあげるからです。下半身でブロックして、本当だからここで来るものを若干その前のここで作ってあげる。そう、そのぐらいでいいです。そのぐらいでちゃんと受けられるはずだし、そのぐらいでそのぐらいこれこっちを受けるときってこっちの時にはここで、こっちが来る時にはこう。その時にちょっとあれですね、このかかとちょっと浮くぐらいこうキュッて入れる、そのぐらいそれを下敷きでも変えられる。ここからやっちゃう。だからそういう動きが染みついてるからこそこう難しいところありますよね。そうですね、僕は本当思いっきり切っちゃうんですよ、体を。それをちょっと半分にしてあげる。そのためにちょっと若干ちょっと切ってあげる。そうでこれ切るよ。これだとこれそうでもう少し入れた方がいいかもしれない。そう今の方にそうか、もう蹴動作自体がこっちの蹴動作になるって感じですよね。いやでもね、これはね、最初めっちゃ難しいですね。だから本当多分小学生少年部とやってる時にちょっとやってみたりする。これなんかなみたいな。自分もだから子供とやる時にちょっと合わせたりします。そうなんか自分も結構子供とか中学生高校生とかちょっと余裕を持ってやれる子にいろいろ技を試させてもらってるよ、余裕を持ってる時じゃないと最初はできなかったりするんで、ちなみに、これってこんな技にも使えますよ的なものって他にあったりしますか？だから、今の全体的に言った今突きがあって今度膝蹴りになって膝蹴りの時も今度弾く。だからもうちょっと強く打っていただくと打てば外に抜けるような感覚があると思う。それを利用してあげるんです。反対もそうですよね。反対の時難しいんですよ。もう同じ。反対の時難しいんですよ。もう同じ。いや、これは一度もされたことが僕結構膝蹴り得意なんですけど、ね、こんな風景見たことないですよ。なんですかね、この相手がこういう動きをするっていうのを。だから入らないにしても決まらなかったにしても一回それやるとまずいなと思います。だから次には同じように蹴れなくなる。だから相手のいいところを奪っていくところ。奪った瞬間に自分のアドバンテージがグッと上がるように。この技を膝蹴りとパンチ以外に何か使うシーン。あとミドル。そうか。こういう蹴りに対してこれも同じようにこう一つに先端で止めると先端速いし、その前なんかの膝でを意識してあげると抜ける。なるほど、そうか。要はこの辺に来る攻撃だったら全部使えるっていう感じですか、イメージとしては。あと上段もちょっと上に抜いてあげれば。そうか、上に。そうすると相手がこう抜けてくれる。確かに今蹴った瞬間にふわって上にちょっと向けるんですけど、自分がやる。これわかるかな伝わってないですかね、これこっちの方がわかるかな。ちょっと触れたつもちょっと触れたつも
なんか勝手にこう股関節の力が上にファッて抜けちゃうんで、重心が上がっちゃって蹴りにならないというか、でも反対側も同じようにこうへえ、多分止める位置も大切ですよね、受けがこっちっていう。だからその瞬間にこうもちろんこう入る感覚ですね。そうそう、がすごくいやこの感覚も初めてだな。上段をここをこっち側で反対側でちょっと上げるだけで触れて全然蹴った時にこんな感覚味わったことないんですよね。だからちょっと入る方でも本当にちょっと上げていけると抜けていくか、その後こう浮いているんで、しばらく自分の時間帯になります。技の中で本当組手の中に0コンマ数秒自分が安心して攻撃できる時間があるってめちゃくちゃ大きいアドバンテージなんで、面白いな。なんかさっきも初めての風景だったけど、この受けられ方も初めての感覚ですね。いや多分これも指導してる人いない気がする。もう普通にやっぱり蹴りってこうやってバンって受けてくれるんで、ほとんどの人は蹴った時になんですかね、蹴った感があるんですよね、ガードなんですけど、今のだとなんか抜けちゃうんで蹴れないというか、最初はもう本当に最初に蹴ってくるのに対してこれでいいと思うんですけど、そのうちあれちょっと入ってみるか、膝でちょっと上げてみるとなんか追っかけていっちゃうとバシンと蹴りは待ってれば来るんで、それヒュッとこう入ってくる。これだけでこれが普通だとこうですね。でちゃんそう今結構中に入らないと、ちょっと自分のこと信じられない感じで、そうなんかちょっと迷っちゃってますね。どうなんだろうっていうのがあるので、本当にスッと手だけいくんじゃなく体ごと入るから、体ごと入って、そうこれだと全然もう無理だってこっちも思います。柔らかいというか、そうか、中心に近いから。衝撃も受けないですそうですね。あれですね、中心に近いから、全然最初ここバーンって受けたのと全然違うですね。半分どころかなんか5分の1ぐらいの感覚になる感じですね。いやなんかもう結構空手やってるのになんか初めての感覚を一日で何回も味わうという超楽しい。その応用でいくとワンツーも来たのに対して薬これで入ってる、これでうまくいけた。なんか今こう頭の中で成島試合の名前は知った第7回の黒人の選手の名前が出てこない。ちょっと上と正解。いや第7回の世界大会でなんかちょっとひょろっと高い選手であとブラジル人とかと結構ガンガン成島シャンがやってる時に、そういうのはなんかこんな動きだったのかなって映像がちょっとなんかこのシーンはそれだったんだっていうなんかそんなこと言われても分かんないですよね。僕の頭の中だけで失礼しました。なるほど。なんか納得いったというか、いや気づかんっすね、こういうのって細かいところというか、なんか本当なんか本当めちゃくちゃ大切なコツですごい実践で使えるものって、答えを聞くとそれだけって他の普通の人だと思っちゃうようなことがめちゃくちゃ大切だったりするんで、見えにくいですよね。そう肌で感じないとあれっていう違和感はなかなか伝わらない部分があるかもしれない。前回も衝撃的でしたけど今回もやばいっすね。すいません、ありがとうございます。いやー
楽しいどういうふうに形にすればいいんですかね。いやでもとりあえずはやっぱりさっき教えていただいたまずこれができないことには、やっぱ始まんないんで、もう自分もちょっとでも最初も全然今形になってる。ありがとうございます。でもあと繰り返す。そうですね。最初はちょっと多分僕こっちができない理由がかかとついちゃってたからっていうのも、さっきちょっと膝の柔らかさが体が浮きますよね。そうでそんなにこう動かしてるわけじゃないっていう体のちょっとした開け閉めだと対角線で常に抵抗を生み出してる。今結構やっぱ数回繰り返すとなんかちょっとなんかうまくできなくなってくるんで、ちょっととりあえず繰り返すようにして、あとだからどうしてもまだ手に感覚があるのをそれを肘に変えてあげるともっと肘が入ってきて起動するずらしやすい形になってくると思うんで。肘締めようとすると自然と肘が前に出てくれるからって感じですかね。横にっていうよりも前に出すイメージですね。そうなんか肘を前に出すその方がやりやすいイメージが、感覚がまだあるんで、ただしっくりくる。まだなんか考えないとできないので。いや常にあと腕は立ててる感じです。手のひらにこう棒を乗せてこうイメージするのと同じように肘の上肘を乗せてるイメージでこう肘から重いものを吊るしてるとか手のひらがこう当てがってるようなイメージでポンと内側にいっていっぱい情報をあげると正直いやでもこれをとりあえずでもそのイメージで繰り返してちょっと体に染み込ませなきゃいけないなっていうのを楽しんでみてください。ありがとうございます。いやー体って楽しいもう本当今更でこんなにいろいろなんか目から鱗っていうのは楽しいっすね。でも多分見てるからすると分かりづらいことで何こんなに興奮してたって何を考えてるのかなと思って。いやでもこれ僕のチャンネルやっぱフルコンタクトからで見てることがそこそこいるのと、多分成島シャンとのコラボだったら多分フルコンタクトからで関係者が見るんで、多分同じように目から鱗ポロンってなってると思います本当にありがとうございます。いやー面白い。よしじゃあすみません、じゃあ一回締めようと思って結局締めずにまた次の方行っちゃってます。ありがとうございます。自分がこうすごく接近性を挑まれてで何もできなかった時があって、しばらく当てた中で力を抜いた中でこう強く瞬間的にこう、そういう状況にこうなることってなかなかないんですけども、どんな状況でも打てるっていう強みは今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。今日も、この東京の羽村市にある、道場で結構させていただいたんですけれども、本当羽村駅からもう本当目と鼻の先というかもう降りてすぐのところにある道場ですんで、あれですね、周辺の方とか、羽村駅、電車で来れる方とかだったら全然おすすめですので、ぜひ、空手やってみたいとか成島シャンに、教わってみたいという方はぜひ、調べていただいて、ここ、ちょっと多分この辺に道場の住所とか載せておくと思いますんで、ちょっとそちら参考にしてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していきますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからも空手家国の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっすおっす、ありがとうございます。来てよかったですよね、絶対いややっぱいいっすね、楽しい。いやなんかこういうのがあるからほんまやめられないですよね、格好っていや絶対知らないですよね、みんな聞いたことないですよね、こんなの。いや絶対そうだと思います。全員違う道場ですけど全員聞いたことないんで間違いなく聞いたことないと思います。そうです。あとはだからこれの時に壁打ちっていうここの股関節を引くんですが、その時に地面で蹴るっていうことをします。地面蹴るっていうのもこうかかとを上げるんじゃなくて、この状態から地面を押すって感じです。地面を押したら当然地面下に行かないから自分が上がっちゃうっていう感じなんですけど、ここでふってこの移動動作が始まった時に